こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご機嫌いかがですか？ナオコです。今回ネタにするバイクは、台湾ヤマハのフォース 2.0 だ。フォース、R9 の先っちょについてるやつですね。正解だが。でも、車種名が英単語って、ヤマハ社のネーミングには珍しいですね。そうだな。トリシティとか、マジェスティとか、単語じゃなく造語が多いからな。なんか、ホンダかスズキが使いそうな名前ですね。ちなみに、ホンダにホーネット 2.0 ってのがあるぞ。今の時代なら、フォース DX じゃないの？スマブラか。よくわからない話でスタートしましたが、台湾ヤマハの新型スクーターのデザイン、性能は一体いかなものでしょう？サクッとまるっと考察していくぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じだぜ。1、フォース 2.0 って。2、スペック考察。3、ライバル比較。です。じゃ、はじめ、か。1、フォース 2.0 って。フォース 2.0 は、台湾ヤマハが2021年10月13日に発表した新型スクーターだな。2.0 ってことは、1.0 があったってことなのかな？もちろんだ。これかな？また古いのを見つけてきたんだな。これはインドネシアで発売されてたフォースだな。今はラインナップ落ちしてるぜ。で、台湾の Q フォースはこっちだ。Q フォースは、日本のマジェスティ S の台湾版、S-MAX がベースの 155cc スクーターだな。なんか、ややこしいです。フォース 2.0 は、全体的なデザインが MAX 系寄りになった感じで、若返り感があるな。マジェスティは大人のスクーターってコンセプトでしたからね。方向転換ってことで。PV は、細マッチョな青年が燃え盛る炎に囲まれた場所でトレーニングする、ってシチュエーションだからな。俺のこの手が真っ赤に燃える。勝利をつかめと轟き叫び。はい、そこまで。ま、夜をかける若者系バイクってわけだな。ちなみに、日本国内向けのジェステースと、NMAX155 は、まだ平成32年排ガス規制ユーロ5相当に見たようだ。ですね。形式は 2BK のままですし。このままだと、販売終了となってしまいます。心配ご無用。NMAX155 は欧州では新型が発売されてて、ユーロ5対応済みだ。そのエンジンを使ったフォース 2.0 は、国内仕様にしても規制はパスできるってことだ。ということは、もしかすると、マジェステースとして、フォース 2.0 が国内発表されるかもしれんな。逆輸入されるってことですか？それか、マジェステ S はこのままラインナップ落ち。それは少し寂しいですね。個人的に思い出のある車種ですから。ヤマハのスクーターラインナップを見ると、スクーターはトリシティと MAX シリーズに集約するのかなって思ったりもする。歴史ある名前が消えるのは残念ですけどね。それに、155cc のスクーターモデルは、ホンダとヤマハのバチバチの激戦区だ。ホンダはザ定番スクーターの PCX160 と、スポーツ系の ADV150。ヤマハはマジェステースと、NMAX だ。ここにフォース 2.0 を追加しても、激戦区で同じような顔の2台がいて競合しそうだし。その辺を考察するには、スペックをよく見る必要がありますね。だな。マジェステースより低スペックになってたら残念だし。それではスペック紹介、お願いします。2、スペック考察。カラー&デザイン。台湾ヤマハで発表されたカラーは、全部で4色だ。サンドストームグリーン。隕石灰。ナイトチタンブラック。クールホワイト。何？隕石灰って？ Google で HP を翻訳したら、こうなった。隕石をかっこよく言えば、メテオグレーかな？ゲーマーが好きそうな名前です。顔つきは、Q フォースのモチーフが健在だな。おでこにあるポジションランプですね。勝敗企業のスクーターって、いろんなデザインがありますよね。だな。ライトを単眼にしたり複眼にしたり、カウルをレイヤーデザインにしたりとかな。多様なデザインは嬉しいのですが、なんかフロントカウルがでかくて、頭で、勝ちな気もします。確かに。特にフォース 2.0 はステップの部分が平らなフラットフロアになってるからな。NMAX 系は走り系のフレームダブルクレドールフレームだから、センタートンネルがある。でもそのおかげで、デザイン的にフロントと繋がるから、違和感はない。フラットフロアなフォース 2.0 は、どうしてもフロントとリアが途切れるから、アンバランスに見えるんだよな。どちらが好みかは、のりこさん次第ですけどね。でもその分、ステアリング周りに収納ボックスやコンビニフックがあって、使い勝手は良いと思うぜ。コンビニで買った荷物を、バックミラーにかけて走らなくてもいいんですね。そうだな。あれ、意外と危ないんだよな。あと、10日関連だけど。ふむふむ。フロントはハロゲンランプの片目点灯、ハイビームで両目点灯。ウインカーも前後ハロゲンだな。ヤマハおなじみのコスト管理ですね。閉めるとこは閉める。で、テールライトは横一本の LED だ。バイクのキャラクターをアピールするのに、光り物は大切ですからね。エンジン。排気量は 155cc、水冷短気筒エンジン搭載だ。最大出力とトルクは、記載がないのでわかりません。
公式サイトに書いてないの？使用説明欄にエンジン出力、最大トルクの項目はあるんだけど、書いてないんだよ。新発売だからじゃないの？いや、勝敗企業のモデルは大抵書かれてない。G-MAX や R シリーズは記載されてるぜ。なんでだろう。回答求む。で、フォース 2.0 のエンジンは、新型エンジンとなってるぜ。欧州仕様の NMAX に搭載されてる、ユーロ5対応の新型ブルーコアエンジンだ。ブルーノア？故障して海流を移動する小島になってたやつ。それはナディアの大型脱出宇宙船。それにしても、ヤマハの小型エンジン技術ブルーコアには TCS が装備されてるし、トラクションコントロールや、スマートモータージェネレーターも採用されてる。至れり尽くせりな時代になったもんだ。で、アイドリングストップは？ついてないみたいだぜ。あら。台湾の公式サイトには記述がなかったし、メーターにもアイドリングストップ状態を示すランプがなかった。そうなんだ。至れり尽くせりじゃなかったですね。私はノンストップ派ですけどね。ひばりくんか。参考までに、欧州向け NMAX155 のエンジン性能を記載しておくと、最大出力は 9.00kW12 馬力 8000rpm、最大トルクは11ニュートン 1.11kgm/6000rpm だ。フォース 2.0 の燃料タンク容量は 6.1 リットル、燃費は 44.9 キロ。航続距離は約273キロだ。さすが 155cc？ 経済的ですね。何か気になるところってある？気になるといえばマフラーの造形ですね。最近の勝敗企業バイクのマフラーは、形が凝ってますね。昔のジョグのマフラーなんて、丸い筒に穴が開いて、おまけのヒートガードがついてるだけだったのに。おい。ま、確かに昔はみんなそんな感じだったな。最近のマフラーは、車体に合わせてしっかりデザインされてるし。出口部分は立体的な造形だし、ヒートガードや太鼓部分がステンレスだったり。かっこよくなってますね。ちなみに台湾のサイトでは、フォース 2.0 の排気音を聞くこともできるぜ。気になる方はどうぞ。車体サイズ、足回り。エンジンが変わったことで、フレームも変更されてるようだ。車両重量は 11kg 減の 130kg だ。フレームの軽量化は効果抜群ですね。車両サイズは全長 1895mm、全幅 760mm、全高 1120mm だ。ふむふむ。シート高は 815mm。スクーターなのに、結構高くありません。スポーツタイプってことで。前後ディスクブレーキで、フロントは2ポット、リアは1ポットキャリパーだ。フロントフォークは成立、リアサスはツインサスで、プリロード調整が可能だぜ。このあたりは一般的なスペックですね。主要装備、シートか収納。スクーターには大切な、シートか収納ですが、どんな感じでしょうか？今回も、ヘルメットをひっくり返して収納するおなじみの方法だ。フルフェイスが一つ入る要領ですね。ひっくり返してヘルメットを収納する方法だけど、これ、不便だと思ってたんだが、少し考えたら、こっちの方が便利だよな。ほほう。収納スペースを効率よく使いたくて、ヘルメットの中にグローブや小物を入れてるんだけど、メットの頭頂部を上にした時に、メットインの中に中身が落ちるんだよな。で、メットの下敷きになって、シートが微妙に締まらない。あるあるですか？マリサがトロイだけじゃ？俺だけか？メーター 5.1 インチの LCD メーターだ。スポーツ系なのでタコメーターも表示ありだし、1万回転まできっちり表記がある。それに表示領域が枠で分けられてるから、内容が整理整頓されてる感じで、すっきりだな。シート。シートに高級感がありますね。だな。表皮はスエード風でステッチ入りだ。高密度フォームで、乗り心地も向上。スクーターでは大事な要素ですね。Y コネクト、スマートキーはなし。NMAX にはスマートキーや Y コネクトが装備されてましたが、フォース 2.0 には装備されてるの？ついてないぜ。エンジンが欧州向けの NMAX155 ブルーコアってだけだからな。フォース 2.0 のベース車種はシグナスグリフスって話だから、装備されてないっぽい。メーターにもアイコン表示ないし。それだと、ホンダの PCX 対抗馬としては、ちょっとパンチが弱いですね。マジェステ S の後釜で、リーズナブル押し戦略ならわからなくもないけど。どうなりますかね？その他。ラゲッジスペースにはタイプ A の USB コネクタが一つある。あと便利なコンビニフック、いたずら防止のキーシャッターだな。これは？給油口だ。変わったところにあるんですね。立って給油できるので楽しそうですね。価格。で、お値段はどんな感じなのかな？台湾サイトでは見つけられなくて。あら。でも、早期割引で9万9000円って記載は見つけたぜ。日本円換算だと約40万ぐらいですか。旧フォースは日本円換算で約 49.7 万円。国内仕様の NMAX155 は 36.85 万円な。この機能でこの価格ですか。高いのか安いのか、判断しにくいですね。まだ国内仕様の新型 NMAX 価格が発表されてないから、ベンチマークがなくて判断しにくいな。性能的には、旧フォースを上回ってますが、あとはデザインと、フラットシート好きかどうかで選ぶことになりそうだ。スペックはこんなところだな。じゃ、お次はライバル比較だ。3、ライバル比較。
今回のライバルはこちら。ホンダ ADV150、鈴木バーグマン200、キムコレーシング S150。あれ、排気量違いのバーグマンがいる。俺の勝排気量ベンチマークだ。では、比較評論。価格。排気量が200ってことで、バーグマンが一番高いな。アドベンチャー150も価格は少し高いけど、所有欲はバッチリ満たしてくれるな。このデザインですし、ライダーに優しい機能搭載ですしね。これは人気が出ますね。エンジン性能。やっぱり排気量が大きいバーグマンが有利だな。で、終わりだと簡単すぎるので、パワーウェイトレシオを計算してみた。あ、ADV150 が一番ですか。意外な結果ですね。バイクを選ぶ時の指標にしてみてくださいね。燃費はフォース 2.0 が一番だが、航続距離は ADV150 のが上だな。最近はガソリンも高騰してるから、燃費が良いとポイントアップですね。主要装備。やはり、ADV150 が一枚上手だな。アイドリングストップに、キーレスがついてますからね。この見た目にこの性能、ホンダの牙城を崩すのは容易ではない。以上だな。さて、一通り見終わりました。今回のマリサおすすめバイクは、どの車種でしょうか？国内仕様に期待ってことで、フォース 2.0 だ。ですね。何より名前がかっこいい。そこか？これも SOX さんが取り扱いますかね？そうそう、視聴者さん情報で、ヤマハ R15 やホンダ 200X が、ソックスさんで取り扱い開始だそうだ。なんですと？輸入車はメリットもデメリットもあるバイクだ。購入された方は末永くお幸せに。なっていただけると信じてますよ。さ、今回はこれで以上だ。お次は、青子のバイクニュースのコーナーです。こんにちは、青子のバイクニュースのコーナーです。ついに、鈴木がチャンピオンを決めましたね。なんの？二輪車による耐久ロードレースの最高峰、2021FIM 世界耐久選手権、EWC ですよ。あれ、確かそれ絡みで、GSA-XR1000R ファントムエディションの話をしてたな。はい、してました。その時、ファントムエディションは2020年 EWC 優勝記念かもって言ってましたよね。言ってただけで、根拠はないんだな。でも今回は根拠ありですよ。2021EWC 総合優勝ってことで、早速記念モデルが発売されるようです。本命が来ましたね。でも、R1000R じゃなく、GSXS1000 の記念モデルなんです。おう。これまた派手だね。でも、R1000R で記念車発売しないってことは、やはり新型が待機してるのかしら？どうでしょう？長島か？記念モデルの発表は鈴木、フランスなので、国内導入はまずありませんね。残念無念。このあたりは、なんとかならないのでしょうか、鈴木さん。悔しいので、この限定版の速報版作って、自分を慰めるとするか。バイク好きも大変ですね。では、今回はこの辺で。それでは、See you!